こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー113です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。画像の作品を作ります。佐竹ガラスのソーダガラスで作りました。使用するバーナーです。使用したガラスです。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローを使用します。A27 ブラウンで風船を作ります。そのまま置いておきます。4mm ステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。タイマーがスタートしました。ニッパーで切り落としたら、ステンレス棒に残ったガラスを溶かします。ガラスの塊を裏返して、ステンレス棒と接続します。ガラスを鉄板の上に切り落としてから約52秒でガラスを炎の中へ戻しました。中心のズレを直します。ガラスを中央へ移動します。溶かします。表面の凸凹がなくなりました。よく温めたら炎から出します。タイマーがスタートしました。ガラスの塊を風船に押し付けます。しばらくそのままにします。ピンセットで風船を割ります。ガラスの塊を炎の外に出してから約55秒でガラスを炎の中へ戻しました。鉄板の上の破片を払いのけます。タイマーがスタートします。ニッパーで切り落としたら左官ごてで押して円盤にします。ステンレス棒に残ったガラスを温めたら円盤に接続します。ガラスをニッパーで切り落としてから30秒でガラスを炎の中へ戻しました。G36 無色透明で点をつけます。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。映像のように点をつけました。この状態で溶かします。基本的に回転させながら水平で溶かします。右回転、左回転、右回転、左回転を繰り返して溶かします。円盤が徐々に小さくなっていきます。2分30秒ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。左官ごてで押します。押しすぎると模様が崩れるので、押しすぎには注意してください。デザインカッターでガラスを中心へ集めます。集めたガラスをピンセットで取ります。中心に線みたいなものがあります。これは取り除くべきでした。E7 濃い紫透明をつけます。左官ごてで整えます。後ろ側にガラス棒を接続したら、ステンレス棒を外します。斜め上に向けながら溶かすとガラスが広がって平らになっていきます。炎の外へ出しました。ガスを止めます。タイマーがスタートしました。炎の外へ出してガラスが固まるのを待っています。52秒後にパーライトに入れます。2時間後パーライトから取り出します。今回は紐を通す穴、ループを作っていません。ループの作り方は動画111や112をご覧ください。先ほども言いましたが、中心の線みたいなものは取り除いた方が良いと思います。こちらは色違いです。中心に線みたいなものはありません。線みたいなものは取り除きました。使用したガラスです。使用したバーナーです。同じものです。線みたいなものを取り除く場面をお見せします。作り方は先ほどと同じです。この段階では中心に線みたいなものがあります。後ろから取り除きます。
模様も同時に取り除いてしまう可能性があるので、様子を見ながら少しずつ取り除きます。数回取り除きましたが、まだ線があります。左官後手で押します。線が確認できます。この線を取り除きます。線が残っていないか確認します。裏からも確認します。線はなくなりました。S34 赤透明をつけます。赤は温度が高い時には黒く見えます。改めまして、完成した時の色です。常温の色です。中心の線みたいなものはありません。こちらもほぼ同じ作り方ですが、少しだけ違うところがあるので紹介します。使用したバーナーです。同じものです。使用したガラスです。最初に紹介したものと同じです。ステンレスストローを使います。こちらも同じです。A27 で風船を作ったら割ります。大きめなかけらを鉄板の上に置きます。G36 無色透明をかけらの上に落として、ニッパーで切ったら左官後手で押さえて円盤を作ります。この部分が作り方が違うところです。ステンレス棒のガラスを減らしたら円盤に接続します。はみ出た部分をピンセットで取り除きます。ガラスをニッパーで切り落としてから45秒でガラスを炎の中へ戻しました。点打ちした状態です。この後は同じ作り方で完成です。こちらも同じく紐を通す穴、ループを作っていません。ループの作り方は動画111や112をご覧ください。寸法です。これで動画ナンバー113を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。